どうもきみまろです。いつも動画をご視聴いただきありがとうございます。今日は1年ぶりぐらいにうちの植物たちを紹介したいと思います。昨年の初めぐらいですかね、この多肉植物とか開根植物っていうのをうちにいろいろ迎え入れまして、ちょうど1年前ぐらいにもうちの植物をまとめて紹介したんですが、そこからねまた結構増えましたので、新入りたちをね紹介しようと思います。前回から1年経ってうちに迎え入れた子たちですね、これらをね紹介していこうと思います。いやしかしね、もうほんと沼ですね。この辺のアガベとかグラキリスとかって夏型といって春から秋くらいまでがシーズンというかね成長期なので、こう市場もね賑やかになってくるんですけども、秋以降はねちょっと熱も落ち着いてきて、個人的にもね熱も落ち着いてきて、もうこれ以上うちに迎え入れなくても十分かなとか思って、冬から春にかけてはもうね新しい株を買わなくてもいいかなって、もうこれ以上ねうちに迎え入れなくてもいいかなとかね思ってたんですけども、スペースもね限られてるんで、そんな風に思ってたんですけど、今年の春ぐらいからまたね植物市場がこうぐっと盛り上がってきたところで、いろいろねオンラインショップを見たりとかね、オークションサイトとかを見たりとか、あとはポップアップとかもね結構いろんなところでやっていったりしたので、我慢できずに結局ねこういろいろ手を出してしまいました。もう本当に食欲旺盛で困ってます。でもね本当にどれもうちに迎え入れてよかったなと思う子たちばっかりなので、今日はこれらまとめて紹介していきます。気になることや質問などあればね気軽にコメントください。あと僕もまだまだね園芸かじりたてって感じなので、結構ねわからないこととか育成上ね適してないやり方しちゃってるところとかもしかしたらあるかもしれないんで、ちょっと見ていてね気になるところあればいろいろね詳しい方教えていただけたら嬉しいです。いろいろあるんですけども、まずこちらからいきましょう。アガベですね。この1年でうちに一番増えたのはこれですね。このアガベっていろんな種類あるんですよね。もう200種類ぐらいあるとか言われていて、もうねなのでもう名称が違ったり、それぞれねもちろん形も違うし雰囲気も全然違うので、いろいろとねこう揃えたくなっちゃうんですよね。コレクター魂をくすぐるというかですね、もうずるいですよね。なので、僕もとはいえね、名前で選ぶというよりもね、見た目で個性的で個人的にねこうビビッと金銭に触れたものっていうのをね集めているんですけども、でまず最初に紹介するのがこちらですね。こちらがアガベのレッドキャットウィーズルです。紹介する名称は購入した時にその札についていたり、ショップでね名前がついていたその名前をね参考にそのまま紹介させていただきますけど、これはレッドキャットウィーズルとして売られていたものですね。レッドキャットウィーズルは葉が割とシャープで、それでこの白いですね巨歯と言われる部分がインパクトのある、白い部分が広いとやっぱ迫力ありますよね。これレッドキャットって言われるぐらいなので、ちょっとね葉が若干赤いんですよね。これもともともうちょっとね開いちゃってたんですけど、ボール状を目指してこうまとまるように、こうもう晴れた日はもうガンガン直射日光を当てて、で水も適度に上げて、でサーキュレーターでガンガン風もね当ててあげるっていう風にし続けることで、徐々にねこう締まった形になってきました。本当にかっこいいですよね。はい、もうアガベねすごい数あるんでポンポンいきますけど、まず最初に紹介したのがこちらのレッドキャットウィズル。これかっこいいです。あとはこれですね。これ今年いろいろ購入したな、姫源流ですね。姫源流はこう葉がすごいぷっくりしていて、で同じようにね巨歯がこうくるくるとねうねって尖っていて、これがまたかっこよくて、でこれねすごいいい感じに育ったんですよ。まん丸くこう丸く締まった形っていうのが割とアガベは理想的な形というかね、綺麗な形って言われることが多いんですけど、もちろんね好みはあると思うんですけど、僕もね丸い形すごい好みなんですが、そういった形に持っていくには本当にね自然光をちゃんと当ててあげて、風をしっかり当ててあげて、お水をあげすぎない、これのね繰り返しなんですけど、なかなかねこれはこれで難しいんですよ。実際こう天気を意識しながら育ててみると、日本はね意外と雨の日が多いなっていうのにね気づかされますね。もう思うように日が当てられない。なのでそういった時は部屋に取り込んで、後ろにね今 LED ライトを張り巡らしてるんですけど、その植物育成の LED ライトをガンガン照射して、それでサーキュレーターで風も当ててあげて、このね下葉っていうね一番下の葉っぱ 2,3 枚にシワが寄ってきたら水をちょっとあげる、そういった形で育ててきました。自然光と植物育成用ライトのねハイブリッドな育て方をすることによって、どうにかねこんな感じで丸々とした形に育ってきました。このね自分好みな形に仕立て上げていく、育て上げていくっていうのもねアガベとか、こう植物をね育てる楽しさだったりしますよね。はい、こちら姫源流ですけども、でそうだ、その日光とか風水の話があったんで、ちょっと昨年購入した株ではあるんですけど、こちらのアガベ
もね紹介しておきましょうか。去年購入したものなんですけども、ボタナイズでこのゴージンポットと一緒に購入したアガベですね。オテロイですね。僕去年紹介した時これブラック&ブルーとか紹介しちゃって、今見たらどう見てもブラック&ブルーじゃないんですけども、アガベのオテロイですね。こちらもね合わせて紹介したいなと思うんですけど、これ1年ぐらい育成して葉もね 5,6 枚ぐらい増えて、形がですね、前回1年前紹介した時の映像もここ横に出しときますけど、こんな感じで全然形変わってきたんですよね。もともとやっぱり葉も一個一個大きくて広がっていたものが日光をたくさん当てて、風もたくさん当てて、お水も適度にあげると、こういったやり方をしたらこんな感じで徐々にね丸いフォルムになってきました。形変わるんですよね。どんどん株自体がこう大きくなってきてるっていうのが分かりますよね。でさらにこれまた来年に向けてね、ど真ん中が成長点と言われるところですけど、ここから葉が広がっていって、ここのね隙間を埋めるような感じで葉っぱがね展開していくと思うので、よりねボール状になっていくんじゃないかなと思います。これかなりね理想的な成長を遂げつつあります。めちゃめちゃ嬉しいです。ただねちょっとこれ見てほしいんですけど、こんなね僕が一番うちの中でも大事にしている、育て上げてきたアガベ、それをねここ見てください。ここ鳥にかじられたんですよ。屋外管理していたらいつの間にかね鳥にかじられていたらしくてですね、もう朝これ見た時ねと思って、もう絶句して、ほんと周り見渡してもねどの鳥がやったかもわからないんで、もう犯人見つけたらねこっぴどく叱ってやろうと思ってるんですけど、1年出頭することもなく他のベランダのアガベをね食べ散らかしてるのかもしれないんですけど、一応鳥よけとかね表に出しといたんですけど、そんなの気にしないずぶとい鳥、カラスかスズメかわからないですけどにねついばまれてしまって、こんな目に遭ってしまいました。でもねそこすらもこういう風に白くなってきて徐々にね再生を始めようとしてるってね、この辺りアガベの強さも感じますね。ワイルドでかっこいいアガベ、これがねアガベの魅力ですよね。脱線しましたが、こんな形で光、風、水うまく調整していくと丸くね徐々に仕上がってくるっていうのを分かったので、ちょっとこちらも紹介してみました。あとさっき姫源流紹介したんで合わせてこちらも姫源流ですね。はい、これ可愛いですよね。こちらのちょっとライムグリーンの株、これもね姫源流ですね。最近表に出せなくて、部屋の中だとね風もあんまり当てられないので乾かないかなと思ってね水を絞ってしまっているので、若干ねシワが寄っていますが、もっとこれ水吸って表でね育成してあげると葉がねもっとぷっくりしてくれる、そういった株です。可愛いですよね、このライムグリーンの姫源流。このぐらいねコンパクトなものから始めて、これがねどんどん大きくなっていくと、これも楽しみの一つですよね。あとは同じ今度はライムグリーンつながりでこれいきましょうか。こちらがアガベ YK01 という、この YK01 って僕は初めて聞いたんですけど、これはバイオフィラーグリーンさんのポップアップで購入したもので、その時にねそういった札がついていたものを購入してきました。こちらもね可愛いですけどね、この鋸歯がかっこいいんですよね。細いながらも鋸歯の存在感が強いですよね。いいですよね。あとはこれいきましょうか。はい、アガベのブラック&ブルー、これがブラック&ブルーですね。これはねマナーズファームの真中さんのところで購入させていただいたものなんですけど、最初ね抜き苗って言って根が出てない状態で購入して、それで自分で発根管理をして、真中さんのサポートもあって無事に根が出てですね育成していたんですけど、なんか最初良かったんですけど、このね夏これ早毛なんですかね、こんな感じで色が悲しいことになってきちゃったんですよ。でこれ病気ではないとは思うんですけど、で早毛なんだとは思うんですけど、それで根もね見てみたら一応健康な白い根が出ていたので、根腐れしてるとかそんな感じでもないらしいんですが、で一応成長もしてきてはいるんですけど、葉の色だけがねこんなに明らかに不健康な色になってしまっていて、これねいろいろ調べたんですけどちょっと僕解決できていなくて、もしね詳しい方これ何が起こってるか分かったら教えていただきたいです。この外葉だけだったらね今後出てくる葉っぱだけでも救済してあげたいので、ちょっとね救済方法をご存知の方いたらですねぜひコメントで教えてください。はい、非常に気に入っている株だけにですねここが不安でなりません。で同じブラック&ブルーで同じようなことが実は起きてしまっていて、こちらですね。こちらもブラック&ブルーなんですけど、これはオークションサイトで結構お手頃価格で購入させていただいて、自分で発根管理して、で無事に根も出てこういう風に植え付けてるものなんですけど、これもですねこの辺とか
こんな感じでちょっとグレーになってきてしまっていてですね、健康的な色になってないんですよね。これも不安でですね、何が起きているんだろうというところなので、こういう色になってるのがねブラック&ブルーだけなんですよね。この2株だけなので、ちょっとねなんか共通のブラック&ブルー特有の原因があるんじゃないかとは思ってるんですけど、まだはっきり分かっていないので、もし分かる方いたら教えていただけたら嬉しいです。うちのブラック&ブルーを救いたい。あとブラック&ブルーだともう1株あってですね、これはねでかいんですよ。はい、これもブラック&ブルーですね。若干徒長気味、この葉っぱがさっき言ったね、水を上げすぎて日光風が足りていないので葉がねどんどんこう長くなってしまっているといった形なんですけど、今紹介した2つのブラック&ブルーとはねまた雰囲気が全然違うので、これはこれでねどんな育て方していったらねかっこよくなるのかって試してみたいところもあったので、一生懸命育成しています。こっからねもっと丸く育てていけたらね、さっきのオテロイみたいにね素敵なフォルムになっていく可能性もあるので、ここはね一生懸命いい形になるように育てていきたいと思います。はい、こちらブラック&ブルー、これもねこの1年で迎え入れた株になってます。あとはですねインパクトあるのはこれですね、オテロイですね。これもオテロイなんですけど、オアハカのオテロイと言われるものですね。これめちゃめちゃかっこよくないですか？もう明らかに今まで紹介したアガベとはこの巨子の感じ全然違いますよね。裏側というかね、こっち側見ていただくとこの辺とかねもうほぼ枯れているんですよね。枯れ葉になってるんですけども、生きている葉と枯れてる葉、このね両方の共存、これ本当に独特だと思うんですよね。斑点みたいなの出てしまっていたりして、ちょっとね不完全不健康な感じにも見えるかもしれないんですけど、これこそですね現地っぽいというかですね、現地行ったことないんでわからないんですけど、このワイルドな感じ、これがねこれでまたアガベのかっこよさだなと思いますよね。今まで紹介してきたいくつかのアガベとは全然ほんと雰囲気違いますよね。これはうちの株の中でも存在感一番強いかなって感じですね。続いてはこれいきましょうか。結構これも有名ですね。白芸ですね。白芸、これはね結構まだコンパクトな形ですけども、いい感じにうねりの効いたスピンしたね巨子、これがまたかっこいいので独特なね成長していくんじゃないかなと思ってます。あとこれですね、これ結構気に入ってます。これもねライムグリーンの肌が美しい FO076 コンパクタです。この前 N プラントさんのポップアップでね購入させていただいたものなんですけど、めちゃめちゃかっこよくないですかこれ。このねライムグリーンっていう結構ね特徴的な色もそうなんですが、この巨子の広がりとうねり、これも独特ですよね。すごいかっこいい、ほら理想的な形です。これねもっともっと育っていったらどんな形になっちゃうんだろうってね、もう今後が楽しみでしかない株の一つですね。聞いたらこのライムグリーンをね保つためにはねあんまりね肥料をあげすぎない方がいいみたいなことをおっしゃってましたね。肥料をあげるとよりねこう緑が深まっていって、それはそれでね綺麗な緑になっていくと思うんですけど、このねライムグリーンを維持したい時は肥料をあげすぎない方がいいというふうには聞きました。アガベってでもねもともとこう植え替える時に元肥って言って中にちょっと入れる肥料、マグアンプ系とかだと思うんですけど、そういうのを入れた後はあんまりね液肥とかそんな使わなくていいっていうふうにも聞いたことがあるので、なのでね、確かにむやみに肥料はあげすぎない方がいいのかなとも思いますね。肥料焼けみたいなのしてもね怖いし、なのでこれもね辛めというかね、水少なめ、太陽風多めでねしっかり育て上げて、よりねコンパクト、よりねこう丸くぎっしりしたね、それでこの巨子とかの形を保っていくってね、そういった育て方していきたいなと思ってます。めちゃめちゃかっこいい。であとはですねホリダも紹介しましょう。ずっとこれ見えてましたね。こちらがホリダですね。ホリダもまた独特で可愛いですよね。これねもともともっとこう寄った形でほぼね上が締まっていたんですけど、やっぱね水と太陽のバランスが悪かったのがねこう徐々に開いてきちゃったんですよね。またソフトクリーム状に戻したいんですけど、これ戻し方わかる方いたら教えてください。やっぱり太陽光なんですかね。でもねこれはこれでね松明みたいな感じでねかっこいいですよね。これがホリダですね。ホリダも特徴的ですよね。面白い。あとホリダはですねこんなサイズのものも持っています。はい、これは大株ですね。これはオークションで購入したんですけど、でこれもですねもともと抜き苗根っこがない状態で購入したんですけど、水苔発根とかさせたらねあっという間に発根してくれたので、割と新鮮な株だったんじゃないかなとも思います。葉っぱもねまだまだ展開しようとしてくれてるので、さらにねこれからどれぐらい大きくなっていくのかってねちょっと楽しみなホリダですね。あとはですねアガベだとこれですね、エボリスピナ。このエボリスピナもかっこ
こいいですよね。これね結構発根手こずったんですよ。最初土耕というやり方の発根管理をしていたんですけど、1ヶ月ぐらい経っても全然根が出る気配がなくて、でその後もあんまりねガチャガチャやっちゃいけないかもしれないんですけど、水耕に切り替えまして、水耕で発根管理したんですけども、水耕でもなかなか発根しなくて、でその頃話題になっていた水苔発根管理というのに切り替えてやったところ、それでどうにか根が出ました。水苔発根管理はねなかなか発根率高いですね。なかなかというかうち 100% です。今のところ水苔発根させたらまあ根は出ますね。で割としっかりした根が出てますし、こう植え込んだ後もちゃんと成長してるっていうのが分かるのでね、成長点とかもちゃんと動きがあるので、いい感じにね成長してくれてるんじゃないかなと思います。枯葉とかのねバランスとかもすごい個人的に好みな形だったので、水苔発根管理でねどうにか発根できたのでね、めちゃめちゃ嬉しかったですね。ここからねどんどん綺麗に育っていくっていうのがね楽しみです。はい、ユタエンシスエボリスピナですね。同じユタエンシスエボリスピナでこういったねカゲロウタイプというものも持ってます。ここのね巨子の部分がぐにゃぐにゃうねってますよね。めちゃめちゃ可愛い、そしてかっこいい、コンパクトなんですけど存在感すごいっていうね。こちらもね同じ、これと同じねユタエンシスエボリスピナなんですけど、サイズも全然違いますが、特徴的なのはやっぱこのねスピンですね。このうねりが、これがねかっこいいんですよ。これもね抜き苗の状態で購入してどうにかね発根させて植え込んだとこなんですけど、脳の鉢にね合いますよね。すごい素敵に植え込めたんじゃないかなと思ってます。こちらがユタエンシスエボリスピナのカゲロウですね。はい、あとアガベはもう一個これかな。こちらアガベのホワイトアイスですね。ホワイトアイスということで、こう葉っぱがですねすごい白く凍ってるかのような、こうね触ったら霜が溶けるんじゃないかというふうにね思うような、そんなね見た目のアガベですけども、こちらがねアガベホワイトアイスですね。かっこいいんですよ。これもねまた他のアガベとは違った形ですけども、これはこれでね独特な良さがありますよね。はい、こちらがアガベのホワイトアイス。こんな感じでねアガベどんどんうち増えてるんですよね。あとそうだ、ちょっとねここまで話してきた中で発根管理の話をね何度か今したと思うんですけど、結構この1年間でこう抜き苗っていうね、ベアルートとか抜き苗っていう根っこが切られた状態、枯れた根っこの状態で購入して、うちで自分で根っこを出させるってね、そういうことをチャレンジするっていうのも結構楽しくて、あえて根が出ていない抜き苗を購入して、抜き苗の方がねやっぱり安く購入できたりするので、購入してきて、それで自分で発根管理する、発根させるっていうことをねいろいろ試したりもした1年だったりしたんですけども、下処理っていういろいろ消毒したりとか下処理はするんですけど、下処理をした株を土に植えて、それでもうとにかく水とかはね与えつつ、だいたい25度ぐらいで管理してひたすら待つっていうね、そういった土耕の発根管理っていうのが一番スタンダードなやり方と言われていたと思うんですけど、あとは水耕っていうね、水にこう根っこがね入る部分を浸して、そのまま毎日水を変えながら、綺麗な水であまり光も当てすぎずで、同じように25度ぐらいで管理して発根させる、そういうやり方もねあるんですけど、発根管理いろいろ始めてから土耕水耕両方試したんですけど、これでねうまく根っこが出なくて、ちょっとね株をダメにしてしまいそうな瞬間が何度かあって、その中で今年の5月6月ぐらいですかね、水苔発根管理というやり方を知って、で最初はねちょっとあんまり聞いたことないやり方だったんでやらないでいたんですけども、なんか割とそれの成功事例をよく聞くようになってきたので、自分もね水苔発根管理っていうのを試してみようかなと思ってやってみたところ、うちねなんだかんだ全部で10株ぐらいかな、水苔発根をさせてみたんですけど、発根確率 100% でした。全部水苔で発根しました。でまさにね今も2つねこんな感じで発根完了してるんですけど、こちらがこれねちょっと一応姫源流らしいですね。であとここにねちっこいのがありますけど、これは先ほどのこの FO076 コンパクタ、これの植え替える時にね見つけたこの下の方についていたちっちゃい小株カキコってやつですね。でそのちっちゃいカキコをここにね植えています。で水苔発根のやり方は、戻した水苔をこういう風にねトレーとかに敷いて、でここに、水もしくはメネデールっていうね薬があるんですけど、それを希釈した水っていうのをここに貼って、根が出ていない状態の小株とか株とかをねポンと置くだけ。これでだいたい温度は25度ぐらいに保って
で、根が出る前はあんまりねこう日光当ててしまうとそれでね体力を持ってかれちゃうとかもあるらしいので、あんまり太陽光を当てずに温度管理と、あと水苔はもう乾いたら水を足していくっていうだけで、もうほとんど放置で OK です。それで今水苔発根管理をしているのがこちらです。でこれだいたい2週間ぐらい経ってるんで、2週間経ってるんですけどまだ全然見ていないんで、そろそろね根が出ているんじゃないかなと期待して、せっかくなんでこのタイミングでですね発根確認をねしてみたいと思います。さあこれでね無事に根が出ていたらいいんですけども、出ているかどうかちょっと一緒に見ましょう。せっかくなんで最初この小株からいってみようかな。今までの経験上こんなちっちゃい株カキコに関しては割とすぐにね根が出る印象があります。ちょっとグダグダ言ってないで早く見せろよって感じだと思うので、じゃあちょっとこちらそーっとね抜いてみます。はい、根が出てるでしょうか。緊張の瞬間、あ、出てるな。お、出てますね。完全に出てますね。うわ、ちょっと待って、結構出過ぎてるかもしれないな。これあんまり出過ぎてると折れちゃうかもしれない。うわめちゃめちゃね出てました。こんな感じでね割とね水苔発根だと水耕とかよりも太いねしっかりした根が出ます。これも完全に発根管理成功ですね。横からもちょろ根がちっちゃい根も出てますね。じゃあまずこちら発根大成功だったので、後でこれねちゃんとちっちゃい鉢にね植えてきます。そしてやっぱ小株2週間は長引かせすぎたかな。根出すぎましたね。はい、でこっちだな。こっちがやっぱね大きい株になってきたりすると少しね時間かかると思うので、まだ2週間なんでもしかしたら出てないかもしれないです。出てないかもしれないけど一緒に見届けてください。こちらも抜いてきます。緊張の瞬間、引っかかってるな。引っかかってるんで多分ね出てますね。感触でもうわかる。さあちょっとそーっと抜いていこう。ちょっとね出過ぎてるかもしれない。怖いな。大丈夫？やばい。ちょっと待って。今見えたけどね出過ぎたなこれ。やばい。これは発根の喜びより焦りが勝つ。すげえね出ちゃってる。どうしよう。これ大丈夫かな。ちょっとこれ皆さん引くかもしれないですけど、すんげえね出ちゃってますね。ちょっと過去最強に発根してんだけど、ご覧ください大発根。めちゃめちゃ発根しちゃってる。すごいな。2週間でこの発根ですよ。これとかなんかもう根っこのレベルじゃなくてきしめんみたいなの出ちゃってんだけど、大丈夫なのかなこれ。すごいね。水耕でも多分こんなね太いしっかりした根は出ないと思うんですけど、綺麗なみずみずしい根っこが出ましたね。もうこれ撮影終わったのねすぐに鉢に植えます。はい、とはいえ発根しすぎた感もあるっちゃありますけど、こちらのカキコもこちらの姫源流もね無事に発根しました。こんな感じでね水苔発根割とおすすめだと思います。はい、ちょっとアガベだけで時間取りましたけど結構な数ありましたね。はい、これでアガベの紹介は以上かな。でもねアガベ以外にもいろいろ購入してますので、そちらもこの後紹介していきます。はい、次はね大人気のパキポディウム見てきましょう。パキポディウムグラキリスからいきましょうかね。グラキリスもねこの1年でいろいろ迎え入れました。まずこちらですかね。こちらのグラキリス、これはボタナイズで購入したグラキリスですけどね、この形すごい気に入ってます。このねグラキリスといえばといった形のこのまん丸フォルム、まん丸のボディにですね、この太くてしっかりしたこのね枝ぶり、この全体のバランスめちゃめちゃいいですよね。こんなね少し緑がかった肌でかっこいいですよね。やっぱこのグラキリスはねもうこの独特のフォルム、これが何とも言えないですよね。すごい可愛い。グラキリス本当に個性いろいろあって、ひょろ長いものからこうまん丸なムチムチのボディまでいろいろあるんですけど、やっぱりね僕はこうねまん丸ムチムチボディがねグラキリス好きなので、こういったものをね集めてしまいますね。はい、こちらパキポディウムグラキリスの現地球購入した中で一番大きいのこれかな。であとこれはですね大正堂さんでオンラインで購入したグラキリスです。すごいですね。木星というか星のような立派なもうまん丸でツヤツヤで色合いも素晴らしいグラキリスです。枝のバランスもすごい気に入っていて、このね能の鉢にめちゃめちゃ合いますよね。すごいツヤツヤ綺麗ですよね。これ水かけるとねまたこの色ツヤがはっきりしてねもっとかっこいいんです。で同じく大正堂さんで購入したのがこちらのグラキリスですね。これは天気を気にする人のビデオというねリトマンさんというね植物系の YouTuber の方と一緒に那須塩原の大正堂さんにね実
際に伺ってですね、その時に購入したグラキリスですね。これもね、ほんとまん丸ツヤツヤムチムチ可愛いグラキリスです。この形やばいですよね。すごい綺麗なまん丸。結構ね、グラキリス購入あるあるなんですけど、店頭で見てまん丸だなと思って買ってきて、家で冷静に見てみると意外とひょろ長っていうね、何なんですかね、他の株と見比べてまん丸だなと思ってね買ってきたら意外とひょろ長だったみたいなのっていうのはね、なんかグラキリス購入あるあるだったんですけど、こちらはね購入してね、家で帰ってきて冷静に見ても大満足なまん丸具合でした。めちゃめちゃ可愛い。こちらも大正堂さんで購入したグラキリスですね。はい、これもパキポディウムグラキリスで、こちらはメノス山さんで購入したパキポディウムグラキリスですかね。これもねいい形ですよね。このグラキリスらしいと言いますかね、ぽってりしたボディに3本のこう枝がぐっとね出ているこのフォルム、スタンダードといえばスタンダードな形なんですけど、意外とこういうのがね見つけにくかったりするので、このねグラキリスの形もねめちゃめちゃ気に入ってます。でグラキリスはこの1年ではこんな感じで、あとねこの1年で購入した中で 1,2 を争うぐらいにですねかっこいい株がこれですね。これはパキポディウムイノピナーツム。めちゃめちゃかっこよくないですか。これもこのパツンパツンのね太いボディからですね、こうわさーっと直毛のように生えている葉っぱたち。映画ガンツの一番最初に出てくる敵、こんな感じでしたよね。ド迫力のねこのイノピナーツム。イノピナーツムも本当にいろんな形があるんですけど、僕はねこういう風に上に向かってねたくさん葉っぱがバーっと生えていて、それでこのボディがねしっかりムチムチしたものっていうのを探していて、本当ね理想的な形に出会いました。これはねサボテンオークションさんで初めてね購入させていただいた、オークションでね競り落とさせていただいた株なんですけど、これはね割と値は張ったんですが、もうかなりお気に入りですね。他の方とねどうにか競り勝った株だったんですけども大満足です。めちゃめちゃかっこいいですよねこれ。あとはこちらもボタナイズさんで購入したパキポディウムエブレネウムというものですね。さっきのグラキリスとかとちょっと形似てるんですけど、あとねイノピナーツムっぽさもあるんですけど、これはねエブレネウム。この白肌が綺麗で、これもね重心のこう落ちたボディから短い枝が伸びて、そこから大きめな葉っぱが出てるというねちょっと特徴的な株ではあるんですが、これもねこれで独特な可愛さ良さがありますよね。すごいいい形のエブレネウム迎えられたんじゃないかなと思います。これもですねリトマンさんと大正堂さんに行った時に迎え入れてきた恵比寿大黒ですね。パキポディウム電子カウレというものです。これもね成長速度が著しくてですね、最初に購入してきた時も大正堂さんなんで本当にね根鉢になるぐらいにねバチバチに根が出た状態で購入できたんですけども、であっという間にもう根がね溢れ返りそうなぐらいになってきていたので、慌ててね植え替えを今年しまして、でこういったねちょっと大きめな陶器鉢にね植え替えたんですけど、もうこれもねもう根鉢になってるんじゃないかなぐらいにね結構根が張ってきてるような気もするんですが、ほんと体ムチムチなんですよねこの子もね。はい、これはね未生なんですかね。未生ね日本で種から育て上げてるものだと思うんで、未生だとねこうトゲトゲが目立つんですけど、これもねもっともっとこう大きく育っていくと思うので、ちょっとねこの 1,2 年頑張ってね大きく膨らまして育てていきたいなと思ってます。で今未生の話が出たんでちょっと合わせて紹介しておきたいのが、僕は今年の春からですね自分で種まいてグラキリスをねこう育て始めていたりもします。4月の22日にまいた種のパキポディウムグラキリスの未生ですね。こんな感じでいい形に育ってきています。割と新鮮な種だったのか発芽率もね8割ぐらいだったので、かなりの確率でね発根しました。でうまくねちゃんと日当てて水あげてっていうのを繰り返していったらね、ある程度これぐらいね大きく育ってきましたね。これがねまだ未生半年足らずなので、これがね1年2年でどれぐらい大きくなっていくかね楽しみですね。そうだ、一応未生というかね小株、未生も含まれるんですけど、あと小株とかだとねこんな感じで、こっちはアガベですけど、アガベもこういう風にね小株を育てています。で未生のものもあれば夏季粉を植え込んだものもあるんですけど、これもね水多めで直射ガンガン当ててっていう風にしていったらこんな感じでねどんどん大きく育っていってるので、こういったね小さいところから育てていくっていうのもね植物育成のね楽しさでもあるので、こういうのもね最近楽しんでます。はい、グラキリスの紹介をしまして、次はねいよいよ灌木系を紹介しましょうか。はい、灌木系ですけど、まずはこれですね。こちらついに購入してしまいました。オペルクリカリアパキプスです。
。いやー、ついにね購入しましたよ。こちらを塊根植物とか多肉植物を集め始めている人は誰しもが憧れる塊根植物の王様とも言われるね、このパキプス、これをですね僕もずっと手に入れることを夢見ていたんですけども、で今年のね2022年に欲しいものの一つとしてオペルクリカリアパキプスも挙げていたんですけど、ついに僕がこれは欲しいなと思うような素敵な株に出会えたのでね、こちらを購入しました。こちらもね安定の大正堂さんの株なんですけど、もともとボタナイズさんでパキプスがねたくさん出そうって話を聞いていたので、ちょっとそれを待っていたんですけど、そのねリリースを待っている間にですね、たまたま大正堂さんがシックさんというところのポップアップイベントに初めてねこうポップアップ出品されるというのを聞きまして、代官山のカフェをね借り切ってやっていたイベントだったんですけど、そのポップアップイベントに行った時にですね、この素晴らしい株を見つけてしまいまして、そこでねこちら購入しました。ご存知の方多いと思うんですけど、これかなり高価な株なので、やっぱり株選びもねすごい慎重にいかなきゃなと思っていたんですけど、こう健康なね肌を見極めるっていうのが重要になってくるんですけど、こういう風にねちょっと緑がかった肌が見えているであるとか、あとこうね樹液が出ているとか、あとはこの重要なところだと枝の部分が明らかに枯れていないかとか、生きようとしているかとか、こういったところがすごい重要になってくるんですけど、そのねこう購入する上で選定基準になるようなものをね全て満たした、それでいてこのボディの形、枝ぶり全てがですね僕の理想的な株だったので、もうこちらをね選びました。この肌のボコボコ具合とかもゴジラの足みたいでめちゃめちゃかっこよくないですか。裏側とかも樹液どんどん出ちゃってるみたいな感じで、鮮度が高いっていうのがわかると思うんですけど、こっからもっともっとね稲妻状のね枝が伸びていくって考えるともういやー痺れる。これは本当にいい株に出会えたと思っています。でこのね合人鉢を事前に購入してすぐにでもねこの合人に植え替えたいなと思っていたんですけど、大正堂さんにね購入した時に伺ったら、まだね一応発根はもちろんしているんですけども、もっとね根鉢になるぐらいまでちゃんと発根させてから植え替えた方が安全ですっていう風にね言っていただいたので、ちょっとあとね1年ぐらいは一旦こんな感じでね合人鉢に乗せた状態で鑑賞するようにしようかなと思ってます。割と湿度を保つことが重要みたいに聞いているので、ちょっとねそういった環境もしっかり作って育てていきたいなと思っています。少しずつね新しい芽もすでに出てきているので、ちゃんと動いてくれてる株だなっていうのはね見ていてわかるので、こちらもね成長が楽しみです。いやーついに手に入れましたパキプス。はい、まず灌木系1つ目はこちらのオペルクリカリアパキプスですね。で続いてはこちらですね。これがですねコミフォラカタフターカネンシスです。コミフォラカタフはですねソマリアっていうのもあって、そっちはねめちゃめちゃ高いんですけど、さっきのパキプスと同じぐらいね2、30万円とかしちゃうんですけども、こちらは1桁違うぐらいで購入できたもので、これはね実はオークションで購入して未発根の状態で、最初土耕から始めて土耕でやっぱりうまくいかなくて、それで水耕でしばらくやってみて、どうにか水耕で発根させることができて、それでね今もこうやってねどんどん葉を増やして健康に育ってくれているので、これもね安心しましたね。めちゃめちゃいい感じに育ってますね。でこのカタフはね特徴的なのが、この幹のね表皮の部分がこういう風に枯れて剥がれていくっていうね、表皮が剥がれた部分もね雰囲気あっていいですよね。ほんとね興味ない人から見たらね、ただその辺の木切ってきて植え込んでるだけじゃないかみたいにね見えるかもしれないんですけど、塊根植物だったり灌木系、こういうのにね興味を持ち始めると、このね美しさがなんとなく分かるようになってくるという、分かる人だけ分かっていただければいいかなと思って紹介していますが、これもね購入して迎え入れてよかったなと思うものですね。やっぱりね自分で発根させたっていう苦労もあったので、愛情もねひときわ湧きますよね。であと灌木系だともう一つがこれですね。はい、こちらがですねボスウェリアネグレクタというものです。ダークブラウンのねしっかりした木で、こうねムチムチとねシワが入った枝の根元とかね、こういうのが特徴的なんですけど、結構いかつくてかっこいいですよね。パキプスとかカタフとはねまた違ったいい雰囲気ありますよね。はい、灌木系はこの3つですね。はい、あとねまだちょっとありますので紹介していきます。はい、まずこちら
これはね、立派なオベサですね。まん丸可愛い色鮮やかなオベサ。これもね、ボタナイズさんで購入しました。まるっとしたね、こういい形のオベサ。ちょっと気になるのが、これもともとね、こんな茶色く入ってなかったんですけど、これもね、日焼けしちゃってるんですかね。木質化みたいな感じになってきちゃっていて、これはこれで味があっていいんですけど、これっていうのは成長として正しいんでしょうか。もしね、育成上あまり良くないようだったらね、ちょっと改善したいなとか思ってるんで、こういったところもご存知の方いたらアドバイスいただけたら嬉しいです。フォルムはね、めちゃめちゃかっこいいですよね。あとはこれですね、グラウカです。このグラウカ可愛いですよね。見てください。このツートンカラーいい感じですよね。葉っぱも可愛いし、このバランス絶妙ですよね。すごい可愛い。緑のペンキ塗ったんじゃないかぐらいのね、綺麗なツヤツヤの緑なんですよね。いや、グラウカ可愛いな。このアデニアグラウカのね、形と色めちゃめちゃ好きなんですよね。これもね、でもオークションで購入したかな。いい株に出会いました。で、こちらはアデニアスピノーサですね。はい、スピノーサです。こっちもまたね、形が面白いですよね。枝がピンピンピンと3本伸びていて、そこからさらに細いね、葉っぱをつけた枝が伸びているというもので、これね、ちょっと葉っぱがね、こんな感じで伸びすぎてるんですよね。すごい勢いで伸びるんですよ、これ。葉っぱが伸びすぎてるからか、水をあげてもね、どうしてもここがしぼむんですよね。これってやっぱり水分全部こっちに行っちゃってるってことなんですかね。剪定してあげた方がいいのかな。この時期剪定とかしていいのかどうかちょっとよく分かってなくてですね、不安なんで一旦放置しているんですが、もう少しね、この開根部分というか、ボディの部分、ここをムチムチにさせてあげた方が健康的に見えるので、ちょっとね、勢いよくこの辺からパツッとね、剪定しようかなとかも思ってますが、剪定しちゃダメだよっていう方いたらね、コメントください。むしろね、早く剪定しなきゃダメだよっていうコメントも待ってます。はい、アデニアスピノーサ。これもね、可愛いですよね。あとはこちら。はい、ボンバックスですね。ボンバックスも結構探したんですよ。このね、形と、あとボンバックスの特徴といえば、このね、暗い肌の中からこの緑の肌がね、薄く浮き上がってる。このコンクリートに映える緑みたいな感じのね、この色のコントラスト、これがね、気に入っていて、これがね、綺麗に出ているものっていうのをね、ずっと探していたんですけど、結構理想的なものに出会えたので、こちらを購入しました。葉っぱもね、すごい大きい葉っぱで、今さらにね、どんどん新しい葉っぱが増えようとしています。いい感じのボンバックスですよね。あとはちょっとこれ面白いのがこれですね。はい、こちらがセロペキアボッセリというものです。見てください。このもうドラゴンのようなこんな植物あるんですねって感じですよね。この前の五反田ビッグバザールに初めて行きましてね、こちら購入しました。これ結構ね、成長スピード速いと聞いたので、伸びてきたらワイヤーとか使ってね、いい感じにドラゴンっぽく仕立てたいななんか思ってるんですけど、うまく成長してくれるかどうか。これもね、こんな見た目でちゃんと植物でございます。これもですね、リトマンさんと一緒に大正堂さんに行った時に購入してきたセンナですね。センナメリディオナリス。もともとちっちゃかったんですけど、これ1年ぐらい経ってこれぐらいですね。で、ちょっと前の映像をここに出しておきますけど、1年でこれぐらいしか成長してないんですけど、これ正しいんですかね。人によってはもっと成長してるみたいなことをよく見るので、何が足りないんだろうってちょっとわかんないんですけど、なんかね、成長速度が遅いような気がしています。もっともっと水とかあげないといけないのかな、ちょっとわかんないんですけど、なかなか成長してくれないゆったりとした成長なんですよね。リトマンさんも同じぐらいの株ね、当時購入したと思うんで、ちょっと聞いてみようかな。どれぐらい大きくなったか。でも綺麗にね、この葉も展開していて、ちゃんとこのね、葉っぱは朝になると葉っぱがね、展開して、夜になると葉っぱがね、閉じるっていうね、そういったね、センナですね。センナメリディオナリス。これもね、可愛いですよね。はい。で、あとは冬型をいくつか紹介しましょう。冬型まず一つ目はこちら。これ可愛いよな。こちらオトンナヘレですね。ポコポコ、角のような面白いポコポコが出てますよね。これまだね、小さい方なんでしょうか。可愛いこんなタンポポみたいな真っ黄色の花が咲いていてね、これもね、この前の五反田ビッグバザールで迎え入れてきた子なんですけども、この独特の肌のね、感じ気に入ってます。めちゃめちゃ可愛い。これはね、冬型ということで、これからね、成長期に入っていくということなのでね、どんな成長を遂げるか楽しみです。で、冬型もう一つがこちらですね。はい、こちらは大人気亀甲龍です。この前スレーブオブプラントさんで購入したものですね。こちら亀甲龍といえばというね、長谷川園芸さんの株を都内で購入する機会があったので購入しました。亀甲龍も独特ですね。ほんとこれ植物なのかって思うぐらいのね、こう岩のような地層のようなストライプグラデーション、かっ
こいいですよ。これも冬型ということで冬にね育成されていくものなんですけども、でこれまだ出てないですけど、今ねこうつるが巻かれた状態でよく見るとねつるにちっちゃい葉っぱがこういう風に出てますけど、この葉っぱがですね成長していくとハート型になってくるんですね。でこのハートの葉っぱがこのねたくさんつるに張り巡らされていく形になりまして、それで根元の部分はこういうねいかつい岩のような根元というこのギャップ萌え、これも亀甲龍の萌えポイントですよね。無事ね葉っぱが展開してくれることをね願ってますけども、もうこの時点でだいぶね可愛いかっこいいですよね。こんな魅力の詰まった亀甲龍で、あとはこちらですね。こちらはペラゴニウムミラビレというもので、これもねリトマンさんと大正堂さんにいた時にね去年購入してきたもので、これも冬型なので一時的に葉を落としてますけど、この後ね冬に向かって葉がまた出てくるんですけど、葉がねすごい可愛い柔らかいねライムグリーンの葉がポワーっとね出てくるんですけど、やっぱ特徴的なのはこの枝ですよね。もうかりんとうにしか見えないこの枝、もう黒糖かりんとうみたいなねこの枝が可愛すぎて迎え入れたんですけど、今年早くねまた葉っぱ出てこないかなと思って今ね楽しみにしてます。この後のね成長が楽しみです。最後の一つはこちらです。こちらがコピアポアシネレア国王丸というサボテンですね。これだけねサボテンです。かっこよくないですか。これもこの前の五反田ビッグバザールで購入できたね、未生だと思うんですけど、コピアポアシネレアの国王丸というねサボテンです。でこの鉢はこの前ボタナイズとこの後ろにいるねこの後ろのこのグレムリンのコラボ鉢なんですよね。シャツの部分にこう爪痕がついてますけど、こちらのね鉢にも爪痕ついてますよね。こういったセットでね購入したものなんですけど、このボタナイズのコラボ鉢、これにね合わせるのはやっぱりねこのボディは可愛いのに爪のようなねいかついものがついている植物がいいなと思って、このねサボテンにしたかったんでこちらを選びました。本当はもし見つかればコピアポアグリセオビオラセアっていうね理性玉って読むのかな、栗の星の玉って書くそういったねサボテンがあるんですけど、そちらの方がもっとねこう真っ黒で自分を包むようなトゲが生えてるっていうねちょっと特徴的な形のサボテンで、よりねこの鉢には合うかなと思って、そちらがね見つかればそちらをここにね植え込みたいなと思っていたんですけど、それはね割と希少性も高いので見つからず、でもこのねコピアポアシネレア国王丸、これがね見つかったのでこちらをね植え込ませていただきました。合ってますよね。いい感じにまとまったんじゃないかなと思ってます。これはこうやってね満足しております。こういうね鉢に植物を合わせるっていうのもねやっぱりこう開墾植物とかこういったものを集める中の楽しみだったりすると思うので、ここも含めてね僕は楽しませていただいています。はい、この1年間で集めた植物はこんなところですかね。かなり長い動画になってしまったかもしれませんが、最後までご視聴いただきありがとうございました。いやね、ほんとこの1年でこんなに新入りをね迎えるとは自分でも思っていなかったんですけど、でもそれぞれねやっぱり魅力があって、今までずっと購入したかったけど購入できなかったものなんかもね購入できて、こういう風にね一緒に育てることができているので今とても幸せでございます。今日は僕が1年間で購入した植物をただひたすら紹介していくという動画でしたが、いかがでしたでしょうか。もしこの動画が面白かったと思った方はぜひグッドボタンもよろしくお願いいたします。このチャンネルではこういったね植物の話も時折しておりますので、よろしければチャンネル登録もよろしくお願いいたします。またねベルマークも一緒に押していただけたら嬉しいです。はい、本日も長い動画でしたが最後までお付き合いいただきありがとうございました。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。